2026年 SEC が16銘柄を商品認定したことで暗号資産の規制リスクは大きく減りました。これで買うべき銘柄は BTC、SOL、XRP です。今が本当のチャンスなんです。おはようございます。桜井です。AI ステーキングができる取引所ビットレード X。このビットレード X の説明を定期的にウェビナーで行っています。ウェビナーの開催情報は概要欄に記載していますので、興味がある方はぜひ一度ウェビナーに来られてみてください。今日は SEC と CFTC が共同で発表したデジタル商品の認定ニュースについてじっくりとお話をしていきます。BTC、イーサ、SOL、XRP など16銘柄が商品として扱われることになりました。これで多くの投資家さんがこれからどうなるの？今買って大丈夫なの？という不安に思っていると思います。今日はこのニュースの意味を丁寧に解説し、長期で見た時のチャンス、これをしっかりとお伝えしていきたいと思います。まずこの認定が何を意味するのか、これをもう少し詳しく説明していきます。これまで一部の銘柄はセキュリティとみなされていて、非常に厳しい規制がかかっていました。例えば取引所が上場するのも難しかったり、企業が保有するのもリスクが高かったりしました。しかし今回の発表で BTC や SOL、XRP などが商品として明確に分類されたんです。これにより規制による施行リスクが大幅に減ります。機関投資家が安心して参入しやすくなり、ETF の承認や銀行サービスが加速する可能性が高まっています。海外のコミュニティでは FUD が終わった、基幹マネーが本格的に入ってくるという声が本当に多いです。ここで多くの人が勘違いしている点をはっきりと否定しておきます。規制がクリアになったらすぐに価格が急騰する。これは大きな誤解です。なぜなら規制が明確になった今は投機マネーではなく、本物の機関投資家がゆっくりと蓄積を始める時期だからです。価格が急に動かないのはむしろ成熟した市場の証拠なんです。これまでのようにニュースが出た瞬間に投機で上がるのではなく、じっくりと価値が上がる基盤が整ったということになります。短期で大きく上がるものではなく、長期でしっかりと価値が出るフェーズに入ったんです。では具体的にどの銘柄がチャンスになるのかを見ていきましょう。まずは BTC です。 BTC はすでに ETF への流入が続いていて、機関の信頼が一番厚いです。今回の認定でさらに安定した資産として扱われやすくなります。次に SOL です。 SOL は AI エージェントや支払いインフラの実用化が進んでいて、エコシステムが急速に拡大しています。取引総額が3兆3000億ドルを超え、 RWA のトークン化も17億ドルを超えています。規制がクリアになったことで、こうした実用的な使い方がさらに広がりそうです。そして XRP です。 XRP は国際送金のネットワークとして銀行との提携が強みです。今回の認定でセキュリティの懸念が減り、企業や金融機関がより積極的に採用しやすくなります。これらの銘柄に共通するのは、規制が銘柄になったっていうことで基幹マネーが入りやすい環境が整った点です。例えばブラックロックなどの大手が SOL や XRP を含む ETF を申請しているというニュースもあります。これらは短期で急騰するものではなく、じっくりと価値が上がっていく可能性が高い銘柄です。もちろんリスクもあります。市場全体の変動やクラリティ法の遅れ、競合ネットワークの動きは注意が必要です。短期で大きく動くものではありません。だからこそ長期で見た時に規制クリアの恩恵を一番受けやすい銘柄を選ぶことが大切です。参加の仕方も簡単です。まずは信頼できる取引所で少額から BTC、SOL、XRP を買ってみるっていうのがおすすめです。ウォレットを使って少しずつエコシステムを体験されてみてください。例えばファントムウォレットで SOL の AI エージェントを試してみたり、XRP の送金ネットワークを
実際に使ってみたりすると実感が湧きやすいと思います。興味のある方は海外の最新ニュースや公式サイトをチェックされてみてください。僕も気になるニュースなどがあればこのように YouTube で発信していきたいと思っていますので、興味がある方はぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではね、もう少し詳しくお話をしていきますと、この認定っていうのは暗号資産全体の信頼性を高める大きな一歩です。これまで怪しいもの、リスクが高いものと見られていた暗号資産が商品として認められたことで、一般の投資家さんや企業が安心して触れやすくなります。特に30代から60代の皆さんは急騰を狙うよりじっくり資産を増やしたいという方が多いと思います。今回のニュースはまさにそういう長期投資家にとって追い風になってくるんじゃないかと思います。ではまとめます。 SEC の商品認定は不安を大きく減らす大きな一歩です。価格の動きより期間が入る銘柄を見極められるかどうか、これが2026年の分かれ目になります。一緒に長期目線でこの新しい時代を体感していきましょう。そして仮想通貨の世界ではどうしてもビットコインやアルトコインの価格の動きばかりに目が行きがちです。ただ実は最近それとは少し違う形の運用モデルも少しずつ出てきています。例えば AI を使ったトレードや自動運用といった仕組みです。僕自身は今ビットレード X っていう取引所を使って AI 運用をしています。この AI 運用ですが実際にどんな感じなのかよくわからない方もいると思いますので、ビットレード X の収益シミュレーションツールっていうのを作ってみました。ビットレード X は単に投資としてだけではなく人を紹介、つまりアフィリエイト報酬を得ることもできます。このアフィリエイト報酬が強力なのでぜひビジネスとしてやっていくっていうのもいいんじゃないかと思いますけれども、この際に VIP ランク、チーム人数っていうのがあるんですが、これらのデータを入力するとこの条件だと収益のイメージはどれくらいなのか、これを簡単に確認することができます。この VIP チーム報酬といったアフィリエイト報酬に関しても定期的にウェビナーを行っています。もちろん実際の収益は市場の状況やチームの構成によって変わりますので、必ずその通りになるわけではありません。ただ仕組みを理解するっていう意味では一つの参考になると思います。収益シミュレーションに興味がある方は概要欄にリンクを置いていますので、ご自身の条件で一度試されてみてください。またビットレード X に関してはビットレード X の基礎編としてのウェビナー、これから実際に始める方に向けての構造を理解しチームを作っていくことについてのウェビナー、それぞれ行っています。日程は概要欄に記載していますのでそちらをご確認ください。これからもこのチャンネルでは仮想通貨のニュースだけではなく資産をどう守りどう増やしていくのか、そのヒントになる情報っていうのもお伝えしていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。